もし親友から人を殺してほしいと言われたらあなたはどうしますか。2023年6月2日、福岡県恩賀郡水巻町。あら、吉田さんのお宅どうしたんかいな。公営団地の通路を歩いていた女性はその中の一室の異変に気づきました。玄関ドアが開け放たれたその部屋を外から覗くと、その中は足の踏み場もないほどに荒らされていたのです。女性はすぐに警察に通報。そして警察が部屋を確認すると、その中では住人の吉田香織さんが何者かに首を絞められ亡くなっていたのです。部屋からは通帳などの金目のものが紛失していたため、警察は強盗殺人とみて捜査を開始。2ヶ月後、逮捕されたのはなんと亡くなった香織さんの妹マリでした。驚かされるのは彼女の犯行動機。マリはある人物にお金を渡すために姉の香織さんを殺害したというのです。そう、実は彼女は約19年間で5800万もの額を親友に貢いでいました。親友にお金を貢ぎ続け、最後には姉までをも殺してしまった女。人としての一線をも超えさせてしまった友情の正体とは。彼女が信じ続けたその友情は、孤独な心につけ込んだ幻想だったんです。おぞすけんちゃんです。やみやかです。というわけでね、やみやかさんね、10月25日といえば何の日でしょうか。ルナちゃんの誕生日。すごいじゃん。覚えてるの私。覚えてんな。私と2月違い。やみこさんが8月25日、僕は先日10月5日でね、あとね、ちょっとでルナの誕生日なんですけど、猫の誕生日ってさ、何をあげんだろうね。猫ケーキ。猫ケーキって何？で、キャットフードで作ったケーキ、私たちでルナちゃんにプレゼントしましょう。ある意味ね、ルナもね、アルゴメトリーの一員とも言えるじゃないですか、毎回映ってるんでね。毎回ちょっと撮影前、やみこさん来た時、全然ルナと遊んでくんないんで。知らないんでしょ、あなた。ルナちゃんと私があなたの見てないところで何してるか。秘密なんだけど。アトラクションを作ったら天井を渡れるとか。そういうのもいいかもね。皆さんもね、もしアイデアがあればね、ぜひコメント欄でいただければと思います。というわけでね、やみこさんの地元とも言えるね、福岡県で起こった殺人事件を今回はご紹介します。この犯人は姉を殺害するんですが、その目的は親友にお金を貢ぐためだったんです。そもそもそうやってさ、身内でもあるし、殺人を犯すってこと自体絶対ダメなことなんだけど、その事情が気になるわよね。親友には差し迫った事情があったのかしらね。普通そう思うと思うんですが、内情を知るとね、親友だと言い合っていた二人の闇深い関係性が見えてくるんです。事件の日、発見された女性の遺体は、彼女が死の直前に体感した恐怖をありありと物語っていたんです。盗んだ理由。2023年6月2日、福岡県恩賀郡水巻町。吉田さん、何かあったと？公営団地の通路では一人の女性が一室の中へ必死に呼びかけていました。玄関ドアが開け放たれたその部屋の中は踏み場もないほどに荒らされ、誰かが家探ししたかのような状態。電気がつけっぱなしにもかかわらず返事はなく、女性はその部屋の住人に何かあったと悟るのです。その部屋で暮らしていたのは52歳の女性吉田香織さん。警察が確認すると、彼女は部屋の中で両手両足を結束バンドで拘束された状態で亡くなっていました。香織さんの体には複数のあざが浮かんでいたほか、首元には圧迫痕が。死因は首を絞められたことによる窒息死。部屋からは通帳などの金目のものが紛失していたため、犯行は強盗目的に思われました。香織さんの自宅前からは彼女の軽自動車がなくなっており、犯人はその車を使って逃走した様子。その後、軽自動車は現場から3キロほどのパチンコ店で発見されたのです。そして事件から2ヶ月後の8月18日、犯人として逮捕されたのはなんと亡くなった香織さんの妹である吉田麻里でした。香織さんを殺害した後、麻里は彼女の口座から73万円を引き出しており、そこから足がついたのです。いや、ちょっと実のお姉さんをこんな殺し方できるってさ、いくらお金に困ってたとしても正気を疑わない？これは。ほんとそうなんですよ。麻里が逮捕されると、共犯となった親友の存在も浮き彫りになってくるんです。亡くなった香織さんの口座から大金を引き出していたことからもわかるように、妹の麻里は長くお金に困っていました。姉の香織さんに対しても、もう何年にもわたってお金の無心をし続けていたといい、その額はおよそ240万円にもなっていたのです。清掃会社でパートをしながら一人暮らしをしていた香織さんは、外食などの贅沢をすることもなく、倹約に努めていたといいます。彼女がコツコツと節約したそのお金を、妹の麻里は殺してまで奪ったのです。一人でやりました。麻里は終始怯えたような小さな声でそう話していましたが、取り調べが進むうち、共犯として彼女の親友の存在が浮き彫りに。
に、マリがサキちゃんと呼ぶその女性は彼女がかつて勤務していた会社の同僚木下咲。マリとは20年来の友人でした。そして奇妙なことに今回の事件で手にしたお金をマリはほぼ全額咲とその娘に送金していたのです。実の姉を殺害してでも親友のためにお金を工面しなければならなかった理由とは。また親友の咲はマリが犯した罪をどこまで承知していたのか。二人の関係性をたどっていくうち、事件は一層闇深いものへと変わっていくのです。これは確かに親友っていう言葉の違和感をめちゃくちゃ感じるわよね。殺人まで犯してさ、そのお金を友達に送るだなんてもう異常としか思えないわよ。ほんとそうなんですよ。実はマリはその人生において長らく家族の前から姿を消していたんです。そのことにもね、親友のサキが関係していたんです。歪んだ友情。親友のために姉を殺害した女吉田麻里は5人兄弟の次女。おとなしく真面目な姉香織さんとは違い、麻里は奔放な性格だったといいます。高校卒業後、結婚した麻里は2人の子供に恵まれるのですが、その日々の中、信じられない行動に出るのです。それは麻里がまだ36歳だった2008年のこと。ただいま。あれ、お母さんは？ある日、子供たちが帰宅すると家はもぬけの殻。なんと麻里は突然家族を置いて行方をくらましてしまったのです。当時マリの夫は長距離トラックの運転手をしており、自宅には月に数度しか帰ってこない状態。中学生の長男と長女はあてもなく街をうろつくようになり、近所からホームレスの子供がいると噂になってしまうのです。その噂を聞き駆けつけたのがマリの姉香織さんでした。二人ともうちにおいで。当時実家で母と兄と3人で暮らしをしていた香織さんは、妹が置いていった子供2人を不憫に思い、自分が面倒を見ることに決めたのです。子供たちが高校を卒業するまで香織さんは懸命に彼らの世話をしました。一方のマリは失踪から6年後に北九州市で一度保護されるも、またすぐにいなくなってしまうのです。一体マリは何を考えてるの？理由も語らず、子供のことを気にかける素振りもないマリの様子に香織さんたち家族も振り回され続けていたのです。そしていくら家族に迷惑をかけようともマリが一向に帰ってこなかったその理由は、親友の先に借金を返すため売春を繰り返していたためでした。マリは親友への借金返済のため家族を捨ててホームレスとなり、来る日も来る日も売春をしていたというのです。これはめちゃくちゃ闇深いじゃないのよ。ホームレスの状態で毎日売春ってさ、もうこれめちゃくちゃ過酷な生活なんじゃないの？そうなんですよ。親友のサキへの借金返済に追われる日々っていうのは、マリにとって恐怖以外の何者でもなかったんです。失踪する以前、夫が留守がちな中、ほぼ一人で子供たちを見ていたマリは、そのストレスから頻繁にパチンコ店に通っていました。その熱中ぶりは連日閉店時間までパチンコ台にかじりついているほど。子育ての合間の息抜きのつもりが、マリはいつしか子供もほったらかしでパチンコに夢中になったのです。こうしてギャンブルの沼にはまってしまったマリは、2004年頃から親友の先に借金をするように。そして膨れ上がった借金は返済のめどが立たず、ある時サキは次のように提案をするのです。出会い系でも何でもやってお金作りなよ。サキはマリに携帯電話を貸し、売春の客を見つけてくるよう命じました。そのやり取りは到底親友同士のものとは思えませんでしたが、マリは借金をしている申し訳なさからか、サキの命令に従ったのです。あ、サキちゃん、今からホテルに入るね。マリは逐一サキに連絡を取りながら、1件あたり3000円から1万5000円ほどで客を取り、連日寝不足になるほど働きました。そうして手にしたお金から2000円程度を生活費として抜き、残りのお金は全てサキの口座に送金。その生活を送るため、子供たちの待つ自宅にも帰らなくなったのです。マリは住む家すら持たず売春に明け暮れましたが、何年その生活を続けても借金がなくなることはありませんでした。限界を感じ、客の家に転がり込んでサキから身を隠したこともありました。しかし、マリ、あんた何しよん？恐ろしいことに、親友のサキはマリがどこへ逃げようと居場所を突き止め、必ず目の前に現れるのです。あ、サキちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。いつしかマリは自分が借りた覚えがない分までもサキに言われるがままお金を渡すように。その生活は19年も続き、マリがサキに渡したお金は5800万円もの額に膨れ上がっていったのです。逮捕後、マリは当時を振り返り、その時の心情をこう語りました。なぜお金を渡していたのかはよくわかりません。深く考えないようにしていました。まあ深く考えずにお金を渡し続けてたってさ、もう普通の精神状態じゃないわよね。追い込まれ続けて頭が働かなくなっちゃってんじゃないの？マリほどではないにしても、深刻な悩みがね、こう出てきた時に、あまりそのことについて考えないようにしようっていう人は結構いると思います。
ます。これはね、人間の防衛機能の一つで、神経小的防衛というんです。というわけで本日のメトラキーワード、神経小的防衛について。神経小的防衛とは、不快な感情やストレスに対処するための人間の防衛反応の一つ。例えば、不快な出来事を忘れようとする。相手が悪いと思っていても、自分が悪いと感情の向きを変える。関係のないことに没頭して現実逃避するなどの行動が当てはまります。マリにしても、どれだけ逃げても追ってくるサキへの恐怖から認識を歪め、借金をした自分が悪いと思い込むようにしていたのかもしれません。神経小的防衛の特徴は、現実を完全に否定するわけではなく、現実感覚を保ったまま認識を適度に歪め、自分を守ること。嫌いな相手にあえて丁寧に接したり、ブランドの財布が買えないために似たような財布で我慢するなどの行動もこれに当てはまります。生活に支障をきたさないレベルのものであれば、どんな人にも起こり得る身近な反応ですが、長期化すると精神的に負荷がかかる場合もあり、注意が必要なのです。自分を騙し続け、親友の言葉に従い続けてきたマリ。最後に起きてしまった殺人事件について、彼女はその責任をどのように語るんでしょうか。守りたかったもの。19年もの間売春を繰り返し、5800万円もの大金を親友の先に渡し続けたマリ。彼女は裁判中も自分がしてきたことにいまいち実感が湧いていないような曖昧な証言をし続けました。その証言の中では事件当日の一部始終も語られたのですが、その話の中に果たして真実はあるのでしょうか。2023年6月2日、マリはひどく思い詰めた様子で水巻町の実家へと向かっていた。サキちゃんが困ってる。早くお金を用意しないと。この時親友のサキは娘の入院費用が用意できず、またマリを頼った。マリはその費用を工面するため、実家で一人暮らしをしている姉にお金を借りに来たのだ。しかし彼女のカバンの中にはガムテープに結束バンド、そしてサキから1万円を借りて購入した催涙スプレーが。もう何度となく姉の香織さんにお金を無心してきたマリは、彼女がすんなりとお金を出さないことも分かっていたのだろう。自分がやろうとしていることに内心怯えながらも、公営団地の一室のドアをノックしたマリ。しばらくしてそのドアを開けた香織さんは、いぶかしそうな顔をしながらも彼女を部屋に招き入れた。お金を貸してほしいの。マリは一か八かでそう切り出すが、香織さんが聞き入れるはずはなかった。前に貸したお金もまだ返してもらってないじゃない。いい年して無責任だと思わないの？香織さんは苛立ちをあらわにまくし立てるが、その態度もマリの予想通りだった。何するの？マリが隠し持っていた催涙スプレーを吹きかけると、香織さんは目を押さえ、その痛みにもだえた。そこから姉の香織さんを押し倒したマリは、催涙スプレーで姉の香織さんの視界を奪ったマリは、彼女の手足を結束バンドで縛り拘束。身動きできない隙に通帳や車の鍵を探し出し、その部屋からすぐに逃走したといいます。そう、事件の日、マリは香織さんから金品を奪っただけで殺してはいないというのです。また、マリは香織さんの口座から引き出した73万円を確かに先に送金していましたが、犯行に彼女は無関係だと話しました。事件は全て私が一人で計画し実行したものです。取り調べから裁判まで終始、小さくボソボソと喋る印象だったマリ。しかし親友のサキの関与を問われた際にだけ、彼女は力強く主張するのです。もう二人とも逮捕されてるんだしさ、マリがサキに怯える必要性なんて全くないじゃない。なんでこの後に及んでまだサキをかばおうとしてるの？ここがね、本当に不思議ですよね。このサキとマリが本当はどのような関係性だったのか垣間見えるシーンが裁判中にあったんです。事件について親友のサキは全く無関係。マリがそう主張する一方で、サキもまた事件への関与を否定し続けていました。さらに彼女はマリから渡された5800万円についても強要していたわけではないと語ります。マリはホームレスだったので現金を持っていると狙われます。そのために私が一時的に預かっていたんです。後からそのお金は全て返しています。ところがマリは確かに借金返済の名目でサキにお金を渡していたと話しており、両者の言い分は完全に食い違っていました。19年のやり取りの中で2人の間に本当は何があったのか。裁判を通してマリとサキの発言は食い違い続け、その答えは闇の中。しかし一度だけそんな裁判の中でも彼女たちの真の関係性を物語る場面があったのです。それはサキの公判にマリが証人として出廷した際のこと。
マリの顔を見るや否や、サキは顔を伏せ震えながら泣き出してしまいました。そこからサキはマリを直視することもままならなくなり、特別に証言台の距離を離す措置が取られたほど、自分のために殺人を犯してしまった親友を前に涙をこらえきれなくなったのか、もしくはその行動さえもマリに彼女は無関係だと語らせ真実を隠すためだったのか。皆さんは法廷で突然泣き崩れたサキの行動をどのように考えますか？いや、ここまで来て私は巻き込まれただけだなんてちょっと無理がありすぎるわよね。さっきはこういう演技をして19年もマリを言いなりにしてきたっていうのをね、すごい感じますよ。2024年8月1日、事件の実行犯とされたマリに下された判決は無期懲役。殺人に関しては一貫して否認し続けたマリ。しかし最終的には彼女が香織さんの首にねじったポリ袋をかけ殺害したとする検察の主張が支持されたのです。そして同年12月12日、共犯のサキに懲役20年の判決が下されます。判決理由は強盗の目的がサキにお金を渡すためだったこと、犯行に対するサキの精神的物理的影響力が大きいことなど、またサキの5800万円は預かっていただけという主張についてもあまりにも突飛すぎると断じられ、結局認められなかったのです。19年間ありもしない借金を返し続け、最後には殺人にまで手を染めてしまったマリにとってサキとの友情は一体何だったのか。親友が嘘を言うはずがない、親友だから困った時は助けなければいけない、ホームレス生活を強いられ孤独に苛まれていたマリにとって親友という名のその幻想はある意味拠り所になっていたのかもしれません。その結果、彼女は心を完全に麻痺させ盲目的に従ってしまったのではないでしょうか。しかしお金を払い続けなければならない関係を友情などと呼べるはずがありません。あなたは友人との関係に違和感を覚えたことがありますか？親友とは何をもって親友と呼ぶのでしょうか？